こんにちは。やる気、行動の力のお話。まずはやれるだけのことをやるというメッセージです。心身の不調や疲れてしょうがないときは、まずは自分を休ませることが必要になりますが、そうではないとき、人は何かと動かない選択に傾きがちになります。そんな行動できないさなか、SNS で誰かの活躍を見たり、また身近な周りの人と自分を比べて、多くの人は行動できる人で、自分はそれができない、ダメな人間だと落ち込むこともあるかもしれません。しかし実際にはいつでも行動力のある人はそんなに多くはないのではないでしょうか。行動を止めてしまう原因として、例えばどうせダメだろう、無理だろうと思ったり、年齢のせいにしたり、めんどくさいとか、とにかく何らかの理由をつけて自分で自分を動かないように仕向けていくことがあります。あるいはなぜか自分に過剰なプレッシャーをかける、そんな時もあるかもしれません。そんな自分がもどかしい、もやもやした気分が続いていくという、そういった経験をされている方もいらっしゃると思います。そういう時は、まずはやれるだけのことをやってみるという考え方を取り入れてみましょう。やれるだけのことをやるというのは二通りの解釈ができます。精一杯力を出し切って頑張るという意味合いと、できる範囲だけのことをするという意味合いです。どちらも目の前の課題に最善を尽くすことには変わりはありません。また、やれるだけのことをやる、それは別の視点で言えば、人は今できることしかできないということでもあります。そう、確かにできることしかできないのですが、その今できることを重ねていくと、少しずつできることが増えていきます。行動の経験の中で自分自身が鍛えられ、体も精神的にも動ける筋力がつき、可能性がどんどん広がっていくからです。それがたとえ小さなことであっても、今できることはこれからに続く種のようなもので、そこに日々水をやり、光を当て、その芽を育てていくことで花が咲きます。育っていくことなく、いきなり花を咲かせることはありません。それから最初から今できる以上のことを求めてしまうと苦しくなります。ですから目の前のやれることだけをまずはやっていく。それでいいのです。けれどもその動く一歩を踏み出すのが難しいということもあるかと思います。そんな時こそ自分で自分を動かすこと。これが大切です。これは自分を俯瞰の視点で上空から見てみるようにすると、客観視して自分を動かしやすくなります。動けばあなたの中に変化が生まれていきます。また、どうせやれることしかできないのだから、じゃあやってみようと開き直るのもいいかもしれません。今抱えているやる気が起きない、どうしようもない嫌な自分を過去にするには動くしかありません。この3次元に生きるこの人生の時間は限られています。それはとても短いのです。思っているよりもずっと。それならば限られた時間、まずは目の前のできることをする。それをまずはすればいい。そしてできることを増やしていくといいのです。その少しの動きを続けることで、本来持っているあなたの力はじわじわと湧き水のようににじみ出てくるようになります。それはやがてせせらぎになり、小川になり、すがすがしい水の流れとなるでしょう。今回はやる気、行動の力のお話。まずはやれるだけのことをやるというメッセージをしました。このやる気の話もそうですけれど、頭では分かっている当たり前のことが簡単ではないということがよくあります。そしてその当たり前の事柄は家族や身近な人からよりも、こうして見ず知らずの他人から言われると妙にすっと気持ちに入ってくることがあります。
今はインターネットを使ってそういった他人の声を聞くことができます。その誰かの声で動くきっかけになるのなら、あなたにとっての元気になる人を見つけて力になる部分を取り入れていく。それも良いご縁の活用の仕方だと思います。あなたの動く力があなたをもっと輝かせていくことを祈っています。最後までお聞きいただきありがとうございました。またいつでもお寄りください。それではまた。